こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、かっこいいイラストですよね。こうたさんの作品で、タイトルは裏路地の金髪高校生、元気でちょっとグレた高校生を描きました。添削してほしい部分は髪の毛、背景の描き方も初挑戦なので教えてくださると嬉しいです。一応中学2年生です。とのことです。はい、こうたさん、添削のご応募ありがとうございます。いや、何よりもですね、表情の作り方がうまくて、例えばね、この目の下のラインを少し湾曲させて、ニヤニヤした笑顔にしていたり、あとはね、口の口角だけを、ちょっとね、クッと上げて、爽やかな笑みじゃなくて、ギラついた笑みにしたりとかね、そういう表情の描き分けのセンスがすごいなと思いました。それとね、背景も初挑戦ながらきちんと書き入れたということで、挑戦の姿勢素晴らしいです。で、じゃあどこを添削していくかなんですが、おそらくこうたさんの強みは今言ったようにキャラクターの表情作り、感情を見ている人に伝える能力だと思いますので、その部分をねさらに伸ばせるようにポイントを解説しつつ添削をしていこうと思います。あとね、添削してほしいっておっしゃっている髪の毛の描き方、そして背景についてもちゃんとねポイントをお伝えしますので、楽しみにしていてくださいね。それでは早速いってみましょう。はい、まずですね、元気でちょっとグレた高校生ということなんですが、この高校生は今何をしている場面なのかというと、おそらくですね、手前側にいる誰かに威圧の視線を投げかけている感じだと思うんですね。ちょっとね、調子に乗っているというか、でもね、ちょっとこの絵からは調子に乗っている感じとか威圧感みたいなものが少し足りないせいで、なんかですね、少し証明写真のようなそういう硬さを感じます。でですね、威圧感を出したい時ってカメラワーク的には煽り、下から上に撮ってあげた方が威圧感は出ます。はい、なんでそうなるのか、結果をね見ていただけると分かると思うので、まずはちょっとやってみますね。はい、一旦ですね、人物を上にずらしました。上にずらしたっていうことは、つまりカメラ位置を下に下げて下から上に撮っている状態です。これによって煽りであることが表現できるようになります。で、煽りにするとなんで威圧感が出るのかっていうと、男の子のカメラ目線が図らずしも見下すようなそういう視線になるからですね、カメラ位置を下に下げたことによって。そうです、カメラ前の小物に対してね、上から寝め回すようなあの視線ですね。その感じを煽りアングルによって表現しようということなんですね。カメラワークだけでも結構深いでしょ。さあ、それとこれでもちょっと動きが硬く感じるのは首の角度、このね頭の角度がちょっと関係しています。こうします。はい、めちゃめちゃ細かい部分なんですが、こんな風にね首を傾けてみました。もうね、本当にほんのちょっとのことなんですが、首を少しどちらかに傾けるだけで、なんか調子に乗っている感じが出るんですよね。ヘラヘラした笑いっていうかね、そういう感じが出ます。なんか動きが硬いなと思ったら、おそらくね首の傾きがなくてストーンとまっすぐな場合がありますので、傾きはね常に意識してみてください。さあ、見下しつつにやついた視線ということなので、目をね次は修正していきます。で、初めに言っておくんですが、僕ね結構今の目好きです。カッと見開いてね、何を考えてるのかちょっとわからないような怖さがあるので、こういう目はねもともと結構好きなんですね。ただですね、おそらくこうたさんは意識的にそういう風に描いているわけじゃなくて、多分ねそうなっちゃっているんだと思うんですよ。意図的にこの絵を選んでいるのであれば、僕は特に添削する部分はないんですが、これをね意図的に描き分けられるようになるには、一旦オーソドックスなスタイルも通った方がいいなと思うので、あえてね目も添削してみます。はい、こんな感じです。見比べるとこんな感じですね。ニヤニヤ感をさらに強めつつ、ちょっとね目だけを少し小さめに調整してみました。目がねすごく大きく描かれていると、印象的にはなるんですが、なんていうか子供が描いた絵っていうね、少し稚拙な感じがしちゃう時があります。作者のこうたさんはね中学2年生ということなので、その辺しょうがないんですが、目をね意識的に小さめに描くと大人が見ても違和感がないように見える。で、頭の片隅に覚えておいてください。でですね、次は鼻と口もちょっとだけ調整します。やってみます。
はい、鼻と口ほとんどね何も変えてないっちゃ変えてないんですがですね、多分ここめちゃくちゃ細かいこと言うんですが、この細かい意識を持てている人と持てていない人の差はもうね雲泥の差なので、よく聞いてください。おそらくですね、僕以外こんなこと説明してくれる人いないと思います。いちいちね説明するのがめんどくさいんです。それにそもそもできている人はあくまでね感覚的に当たり前のようにやっていることなので、言語化すらしていないからなんですね。でそれは何かっていうと、線の描き方による顔の角度の描き分けですね。線の濃さとか薄さによって顔の角度って描き分けられちゃうんですよ。例えばですね、こうたさんはこれわかるかな、この鼻の頭を少しここですね、この線をちょっとこう途切れさせることによってここが鼻の頭だということを表現していますね。これ意識的にやっていますでしょうか？これね、もしかしたら無意識に人の鼻の描き方を真似していたら結果的にそうなっていただけかもしれませんが、この表現というのはそういうことなんです。この線が途切れたこの何もない部分が鼻の頭、そしてこの上にあるのが鼻筋で、この下の線が鼻の下の部分を表す記号表現なんですね。なので角度調整をして煽りアングルにした時には、この鼻の頭を少しだけこう上に持ってきて、この下の鼻のラインを伸ばすことによって鼻の下の面がより多く見えていて、だから煽り構図であるっていうのが表現できるんです。はい、ついてきてくださいね。そして口なんですが、煽りで見た時ってちょっとね大げさに描くと、この上唇の部分がこう影になって濃くなりますし、角度的にはね上唇の方がこう下から見るとよく見えますよね。で逆に下唇はっていうと、上を向きますのでね、こう光が当たって薄くなりますし、角度的にはね下唇は薄く見えるようになるはずです。なのでそれを線で表現しようとすると、はい、このように上唇の方を若干濃く、そして下唇は若干薄く描くことで、この角度の違いを描き分けられるっていうわけなんです。はい、なのでね、めっちゃよく見るとこう上唇が濃くなっていて、で下唇はねこう薄い線で描かれていますよね。これによってカメラの角度を線だけで表現することもできちゃうんです。はい、まさかこんな部分誰も意識してないって思うでしょ。でもね、絵が上手い人ってこういう細かい部分めちゃくちゃ何個も意識しているので、その一例としてねちょっと紹介してみました。こういう部分はね結構説明が難しいんです。はい、じゃあ次いきます。ちょっとね顔がのっぺりしているので陰影を少しね強調してみます。はい、こんな感じです。顔の部分はだいたいこんな感じでしょうか。次は首の調整です。首はですね、ちょっとここも細かいことなんですが、煽りにしたっていうことは、つまりこの鎖骨の位置、これもね、若干上に見えると思います。直してみます。はい、こんな感じです。あとですね、ちょっとここはおそらく構造的に書き間違いをしている可能性があるんですが、フードと学ランと襟の関係ですね。ですね、多分ここに書いてあるこれ学ランの襟だと思うんですよ。どうなっているのかっていうと、まず一番上に学ラン着てますよね。でその上にフード付きの黄色いパーカーを着ていて、でフードがこの学ランの上に乗っている。でその下に白いワイシャツを着ているんだと思うんです。でそうすると学ランの襟ってパーカーのフードの下に隠れるはずなので、構造上ねこれは見えないと思います。なのでね、角度調整も兼ねて一旦ねフードの角度を直しつつ学ランの襟消していきますね。はい、こんな感じ。フードの背中の回り込みを下に下げることによって煽りアングルであることがより伝わりやすくなったと思います。さらにワイシャツの調整もします。はい、ちょっとここはですね意識的に嘘をついている部分かもしれません。
ワイシャツって特に添削前のように第1ボタンまでしっかり留めていると首の根元なんてねほとんど見えません。ましてねこう鎖骨が見えるっていうことは絶対にないので、こうめちゃくちゃでかいサイズの合わないワイシャツを着ているっていうことになっちゃうんですね。ただその構造上の無理を押し通してでも鎖骨を見せたいっていうそういう気持ちはね表現者としてはすごくわかります。なのでその部分を両立するためにですね、このようにワイシャツのボタンを少し外してここに空間を空けることで鎖骨がね見えるようにしました。多分これでもまだ無理があると思うんですが、さっきよりも違和感が減ったと思います。ここ描きたいんだけどでもこの服を着ているとここは見えないはずなんだよなっていう制限ってね意外とあるので、これねバランス取るの結構難しいんですよね。適度に嘘をついていきましょう。さあ学ランも加筆していきましょうか。こんな感じです。それとフードの紐が垂れていた方がパーカーを着ている感じがするのでやってみます。フードの紐を書き足しました。さて髪の毛の調整に移っていきましょうか。髪の毛はですね気にされるほどかけていないと僕は思いませんが、さらにもっとよく見せるためにポイントをいくつか紹介します。まず一旦色を調整しますね。ちょっとねここはポイントとは違いますが色を少し直してみました。金髪って意外と難しくて、あまりにも黄色してしまうと田舎のおばちゃんの金髪みたいな感じになっちゃうので注意です。で次ここがポイントです。髪の毛をサラサラに見せるためにはもう少し長いストロークの線を増やしてあげるといいと思います。こんな風に。こんな感じです。こう長いストロークの線が髪の毛に入っていると髪の毛がこうサラサラっと見えてめっちゃイケメンに見えます。でこれで思い出すのは僕は世代的にドラゴンボールのトランクスなんですが、もうねトランクスが登場した時にもうあまりのイケメン具合にね、うわーイケメン出たーってね僕はね衝撃を受けたのを覚えています。でその衝撃の正体は間違いありません。髪の毛の長いストロークです。だってドラゴンボールなんてベジータも悟空もトランクスも顔の中身一緒ですからね。大体そのぐらい髪の毛のストロークはイケメンを表す記号なので、これはね覚えておきましょう。あとはちょっとここもポイントかな。髪の毛のハイライトを入れました。明るい調子をピンポイントで入れることによって質感が表現できますね。あと意外と大事なのがここ。サイドヘアの奥にもう一段階暗い髪の毛を入れてあげると奥にも髪の毛があることが分かって奥行きや立体感を出すことができるようになると思います。細かいですが覚えておいてください。で最後背景の添削です。背景はですねタイトルに裏路地って書いてあるんですが、あんまり裏路地っていう感じでもないんですよね。どっちかっていうとこう抽象背景に見えるっていうか、強いて言えばここにこう鉄の骨組みみたいなのが斜めに入っているので、体育館裏とかそういうところなのかな。ただですね背景が暗くて学ランも暗いってなるとちょっとねこうキャラクターが背景に溶け込んでしまって分かりにくくなります。この少年のね怖さ不気味さみたいなのを強調したい場合にはそういう薄暗い場所に置いてあげるのも効果的なんですが、どちらかというとかっこよさみたいなものを強調したい場合には思い切って背景を明るくしてあげるのも効果的だと思います。今回はですねあえてバージョン違いのそちらを提案してみますね。もしねホラー演出にしたい場合には前のね薄暗い背景に戻してください。やってみます。ガラスの10代とかね言いますけど、繊細かつ割れたガラスの鋭利な破片のようにね関わる人を次々傷つけてしまう、そんな彼の内面をイメージ背景として表現しています。まずは割れたガラスのような当たりを描いて、でその中にシャープな写り込みを書き入れていきます。まずは細い線いくつか引いてみます。
はい、さらにガラス質であることが伝わりやすいように映り込みのグラデーションを入れていきます。やってみます。はい、こんな感じ。ハードライトレイヤーとかをね追加して光のグラデーションをもっと入れてあげてもいいかもしれません。でこれだけでも十分ですが、奥にもう一層うっすらと見えるガラスの破片もいくつか追加してあげても奥行きが生まれていいかもしれません。やってみます。はい、こんな感じです。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。こうカメラアングルがね変わることによってかなりね印象が変化したのがお分かりいただけると思います。今回はキャラクターの表情を角度によって描き分ける方法についてお伝えしてきました。特に今日紹介したポイントの中で重要なのは覚えてますでしょうか。鼻と口の線の濃さで角度を描き分けるというポイントですね。これね本当に誰も説明してくれないけど、できる人は当然分かってるものとして暗黙の了解みたいになってます。これ分かってないとそういうの分かんない人なんだみたいに思われるので、ここねぜひ今回の添削を通して知らなかった人は覚えておいてください。それと今回は顔中心の添削でしたが、キャラクターを煽りにすることによって表現できるのは何も威圧感だけではありません。実はね逆に爽やかさとか世界観の広がりみたいなことも表現できるんですね。どういうことって思った人はぜひこちらの動画気まぐれ添削132もおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか。気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。